今日は妹明美の結婚式。スピード婚の相手はイケメンエリート。おまけに実家もお金持ち。片や私は結婚3年妥協婚。婚活すること数十回。失敗続きでレベルを落とし、妥協で結婚したのはお互い様のようだけど、なんて不公平なの。そりゃあ明美は私より美人かもしれないけど、不倫体質の尻軽なのに。え？だから、明美との結婚はやめた方がいいわ。浮気されるわよ、絶対。このまま結婚したら彼は不幸になる。そう思い忠告してあげた2日前。そして昨夜。ひどいじゃない、姉さん。彼に言いつけたそうね。私が不倫を繰り返してたとか、中絶したことまで。事実じゃない。式はキャンセル？おあいにく。彼は私の言葉を信じてくれたわ。デタラメを言うのは不幸な結婚をした姉さんのひがみだってね。はあ？どこがデタラメよ。誰が不幸よ。人の幸せを壊そうとするのは不幸な証拠じゃない。気に食わなきゃ式に来なくて結構よ。てか来るな。何すんのよ、大嘘つきの尻軽が。ちょうど帰宅した夫が仲裁に入ってくれたからよかったものの、私の言葉を信用せず何事もなかったようににこやかな新郎。面白くないわ。大丈夫？まだ気持ち悪いの？お母さん、いくら独身最後の夜だからって式の前夜に飲みすぎるなんて酒臭いし。すみません。酒臭い二日酔いの花嫁なんてみっともないったらありゃしない。しかも飲んだ相手は私の夫。ずいぶん遅かったのね。はあ、大変だったんだぜ、明美さんをなだめるの。お前に式に来させるなってカンカンだったんだから。飲み屋に連れてって怒りが収まるまで酒飲んで愚痴聞いてやってさ。怒り狂って私に罵詈雑言を浴びせ、なかなか帰らない明美を夫が連れ出してくれたのだ。破談になったわけでもないのにしつこいったらありゃしない。でもこれでご主人のご両親の明美に対する評価は下がったわね。大丈夫？トイレ行くか？酒臭い花嫁って親族の間で一生言われるといいわ。どう？ダメだ。はあ、やっぱ無理。赤ちゃん欲しくないの？欲しいさ。だから痩せろってこっちこそ何度も言ってるじゃないか。肥満のせいで妊娠出産は難しい。まずはダイエットをって病院でもはっきり言われたろ。分かってるけど減らないんだから仕方ないじゃない。食いすぎなんだよ。結婚してから何キロ増えた？今の春江を抱く気になれるか？デブにも限度がある。ひどい。私の過食はストレスが原因よ。周りに子供をせかされるから。体外受精もしてみたけれど流産してしまった。だから言ったろ。体外受精は痩せてからにしろって。ショックからか夫は ED になり、ここ1年近くレス。明美はきっと今頃ご主人と。新婚だものね。子供もすぐにできるかも。きっとできないわ。不倫で3度も中絶してるんだもの。母体に影響ないはずがない。明美も不妊で苦しめばいい。妊娠？9週目だって。悪いね、姉さん先越して。ほほほ。主人の両親も大喜びよ。孫の力ってすごいよね。そうそう会える距離でもないのに孫ができるってだけで嬉しいみたい。そう考えると姉さんの旦那さんのご両親かわいそう。せっかく近くに住んでるのに嫁が不妊じゃねえ。さっさと痩せて産んであげればいいのに。嫌味か。悔しい。悔しい悔しい悔しい。9週目って結婚とほぼ同時にできたわけ？3度も下ろしてるくせに何の苦労もなく。なんでこんなに不公平なの？私だって子供が欲しい。なのに不妊の上にセックスレス。そのストレスで過食が止まらない。
離婚届？息子と別れてほしいのよ、春江さん。は？かして3年子泣きはされって聞いたことない？結婚3年。しかも春江さんもう38歳よね。絶望的じゃない。正宏には再婚して一日も早く子供を作ってほしいのよ。勝手に決めないでください。子供が欲しいのは私も同じです。でもできないじゃない。だったら身を引くのが当然でしょ。ずうずうしいったら。なんとか言ってよ、正宏さん。正宏、あんた来年40でしょ。今すぐ子供ができても成人する頃60よ。もう時間がないの。落ち着けよ2人とも。そりゃ俺だって子供は欲しいさ。でもいきなり離婚なんて。いきなりじゃないわ。3年も待ったのよ。子供ができないの私だけのせいじゃありません。私と別れて再婚したって今の正宏さんには絶対子供なんかできませんから。おい、どういう意味？私の口からはこれ以上は。何なの正宏？やめてくれよ。母さん今日はもう帰ってくれ。何？妊娠なう。今夜は外食。自宅にて夜景が綺麗。赤ちゃんすくすく成長中。見るんじゃなかった。たまたま見つけた秋美の SNS。幸せ自慢？ムカつくわ。女の幸せって男で決まるとつくづく思う。私だって専業主婦になって優雅な暮らしがしたいわよ。山部さん。はい。明日からしばらく新宿行って。新宿のビルのパートさんが2人とも食中毒で入院しちゃってさ。こっちの方は1人抜けてもなんとかなるから。これ地図。はあ。やだ。秋美夫婦のタワマンの近所のビル？それに通勤時間も長くなる。たった3時間のパートで電車なんか乗りたくないわ。なあ、あれから俺ずっと考えてた。え？別れないか？俺やっぱり子供が欲しい。何よ突然。欲しくたってできないでしょ。だって。できるよ多分。他の女となら。は？悪いけど今の春江をどうしても女として見れないんだ。結婚した時はぽっちゃり程度だったのに今やあまりにも。ふざけないで。太ったぐらいで離婚理由になると思ってんの？春江だって俺のこと好きじゃないだろ。妥協婚なんだろ。だったら別に構わないんじゃ。嫌よ。絶対嫌。私絶対別れない。だって別れたら生活できないもの。今のパートじゃ月にせいぜい6から7万。それでも疲れる。足が痛くなる。これ以上仕事なんか増やしたくない。増やせない。夫と別れても私に再婚できるとは思えない。モテたことなんて一度もなかったし。その点秋美はすごいわね。若い頃から男が途切れたことがない。いずれも不倫だったけど。だっていい男はみんな結婚してるんだもの。家庭を壊すつもりはないわ。後々めんどくさいじゃない。魔性の女とでも言うのかしらね。どこがいいのかさっぱりわからないけど男性には魅力的に映るらしい。結婚するなら私みたいな女の方が絶対家庭向きなのに。いい目を見るのは秋美ばかり。ずるいわよ。私だって幸せになりたい。ここの上層階に秋美夫婦の部屋がある。通勤途中にあるのが尺に触る。私だってこんなところに住みたか。秋美。誰？一緒にいる男。まさか浮気？親しげにベタベタ腕まで組んで。あ、そうだ、写真。自宅に入ってった。浮気相手を連れ込むなんて信じられない。主人出張1週間も行ってらっしゃいのキス。一人で留守番寂しいけど頑張る。呆れたわ。
新婚のくせに妊娠中のくせに好きあらば浮気何の話？夢でも見たんじゃないの？とぼけないでご主人に言いつけてやる。どうぞどうぞ、旦那は私の方を信じるわ。写真だって撮ったんだから。だからどうぞ、合成だって言えば信じてくれるわ。旦那は私にメロメロ盲目的なぐらいよ。お腹の子だって浮気相手の子供なんじゃないの？かもね。結婚前からの付き合いだもん。なんですって？けどそれが何？姉さんに何か迷惑かかる？旦那も彼も AB 型だからどっちの子でも分かりゃしないわ。よくそれで SNS に仲良しアピールの写真投稿できるわね。あれ見てんの？あれは福岡に住む旦那の両親のためにやってんの。私たちがどんな生活してるか知りたいって言うからさ。いい嫁やってんでしょ私。だから私たちのことは干渉しないで放っといて。じゃあね。この淫乱で男狂いの性悪女が。え？明美さんって妊娠してんの？言ってなかったっけ？このところ夫婦の会話あまりしてないもんね。会話がないから離婚話も保留になってるけど、もう8ヶ月よ。結婚と同時に妊娠したみたい。結婚と同時に？けど旦那の子じゃないかもだってさ。ちょっといい女と結婚するとそういうリスクがあるんだからね。ああ、そうか。だけどこのままで済ます気はないわ。そんな不誠実見過ごすことはできないもの。出産予定日まで1週間、主人の母が本日上京。助かります、ありがとう。この時を待ってたわ。タワマンの前で明美の義母を待ち伏せし、嘘でしょ？明美さんが浮気？本当です。証拠の写真。ご主人の出張中に男の人を連れ込んで。なんてこと？子供が生まれたら DNA 鑑定した方がいいですよ。そんなことするまでもないわ。今すぐ別れさせます。そんな女の子供なんて顔も見たくない。汚らわしい。やったー、なんて素晴らしい展開。その後、明美の SNS は更新されず、10日後にはアカウントが削除されていた。もう出産したと思うけど連絡はない。さぞかし修羅場だったことだろう。少しは反省するといいのよ。シングルマザーで苦労すればいい。あ、離婚したわ。これで満足？いいわよ別に。夫には幻滅したから。結局義母の言いなりなんだもの。私にメロメロだったくせにあんなマザコンだったとはね。だってそれは明美が悪いから。うるさいうるさいうるさい。説教聞きに来たんじゃないの。この子男の子、1週間前に生まれて今日退院したんだ。名前は決めてない。あげる、育てて。子供欲しいんでしょ？この子さ、初めて抱いた時鳥肌が立ったんだ。旦那やひろきの子供だったらそんな風にはならなかったと思う。ひろきって不倫相手ね。だからまさひろさんの子だと思う。女の勘だけど間違いないよ。じゃ、よろしく。何言ってんの？それじゃまるであんたとうちの夫が。一度だけね。結婚式の前日姉さんと大喧嘩したじゃん。頭きたから姉さんに復讐のつもりで酔っ払った勢いで。俺も春江以外の女とだったらできるのか確かめたくてつい。だから花嫁が二日酔いだったの？ DNA 鑑定の結果は確かに正弘の子供でした。さらに驚いたことに夫も義母も大喜び。よちよち。私が育てなくちゃならないの？夫と妹との不倫でできた子を。